こんにちは、山下夏美です。今回は4日分のスカーフィン映像、スタート8月4日からですね。今回映像まとめていってるんで、最後までご視聴よろしくお願いします。で、この8月4日、月曜日はですね、本ショアだったんですけど、朝から、この西側で、平塚ビーチパークの西側でね、かなりいい感じの波が入ってました。面はよれしてかなり難しかったんですけど、立ってアクションはかなり入る波だったかなと思います。ローカルの人とか上手い人も何人か来てた感じで、結構いい波だったかなと思います。ちょっと難しめではあったんですけど、レフトもライトも両方来てる感じです。レフトの方がね、形は良かったかな。基本レフトの方が形もいいし、長く乗れる感じの波となってます。で、ライトはね、こんな感じで、こういう風にウェーブライドして、こっから一気に加速できればさらにさっきのこの波にもつなげることができるって感じですね。こういう感じでいいね。さっき消えちゃったけど、でもロングライドは可能っていう感じの波だと思います。これもいい位置だね。ちょっと待ってあげて、ここで加速かなですね。でワンアクションかけてコンプリート。いいね。こういう感じで、ライト側はこういう感じで狙っていく。で、レフトもたまに来る形のいいやつはね、しっかり狙っていく感じです。全体的にね、ちょっと波は分厚いから、難しめの波ではあるかなと思います。さあ、いいね、このレフト。で、この先にもワンアクションかけたいところですね。ちょっとこれはかかりきんなかったけど、でもいいね、このラインは。ナイスライド。こんな感じで、レフトもライトもしっかり狙える感じの波でね。結構いい練習ができる感じでした。掘れてるところがね、ちょっと少なくてね、最後がダンパーみたいな感じで、そこをどう乗るかって感じだったんですけど、最後はこういう風にワンアクションかければいいかなって感じですね。こういう波は。少し平塚特有の難しめの微妙に掘れてるやつと掘れてないやつがはっきりしてるようなやつですね。それでも選んでかなりこの日はね、乗れてたんじゃないかなと思います。さあ、このレフトもいい。いいね。ここでしっかり前に出る。で、スピン。で、ちょっとこれ上乗りすぎちゃったね。もったいない。スピンかけながらもうちょい綺麗に降りたいところですね。今ぐらいのだと。やっぱこのレフトは、形がいいからね、しっかり長乗りしたいところではあるかなって感じです。で、合間見て、ライト側狙ってね、3ショービットかけたりとか、こういうトリックも、忘れずに狙っていけるといいのかなっていう感じです。こんな感じで適度に乗れてね、結構いい練習ができたっていうのがこの8月4日月曜日の波となりました。本社の中でもやっぱ地形が良かったんでね、すごいやりやすかったかなと思います。そして次の日8月5日ですね。この日はね、コート前でサーフィンやっていって、同じくオンショアなんですけど、サイズが少し下がった影響かね、この日西もチェックしたんですけど、あまり良くなかったんでコートでやってます。で、コートもね、この日は両サイド来てる感じで、面白い波だったかなと思います。で、こっちのね、特徴は、西に比べて、ブレークが極端にややダンパーチック。たまに来る波はね、いい感じに、ゆっくりとした波が入ってくるんですけど、基本速い波が多いので、そこをどう合わせて乗るかっていうのを意識してやっていった感じです。そうね、こんな感じでちょっと速いんですよね。あともうちょっとで前出れるっていうところで一気に置いてかれちゃう感じなので、そこも考えながらね、ちょっとテイクオフする必要があったかなと思います。テイクオフゾーンの位置取り
で、オンシャだから波によって全然違うんで、いいところ探すのは結構難しかったですね。ロングライドっていうよりは、探して乗っていく感じですね。なので、最初の日が変わって、最初の2ライディングぐらいが一番綺麗に乗れてたかなと思うんですけど、これとかちょっともったいないね。ショーウィットじゃなくて、普通にターンにすればよかった。かなり難しめではあったんですけど、この手話の中で、この日もね、さらにプラスダンパーあったりとか、こういう風に波重なるのもあったんで、ここはしっかりパンプで前で出たいところですね、こういうのは。ワンアクションかきれそうだったかな、今のだと。いけそうなのはレフト、ライトしっかり狙っていく感じです。この日はね、この辺で映像終わって、この後はね、ちょっともうちょっとやったんですけど、かなりダンパチックな波になっちゃった感じでした。で、ここからね、8月6日、水曜日。同じくコート前。この日が一番、形は良かったかな、コート前にしては。ただ一番難しかった日でもあるかなと思います。っていうのも、このね、ブレイクが微妙に速くなってたんですよね、全体的に。前日よりね、波が少し小さかったっていうのもあるんですけど、前日の火曜日ですね。立つのにちょっと苦労した感じです。で、これとかはすごいね。ただ最後しっかりターンしたいところですね。この掘れてるところにしっかり合わせたいところではあった。これはいい位置だね。セリショビト。これはね、ちょっと掘れてるとこだったから、もったいないね。しっかりこの辺波選びつついけるところで、この日はね前出れそうだったんで、しっかり前に出ることを意識してます。で、ただそこでちょっと加速が終わりやすかったかな。あとはバック押しがきつかったね、この日は。バック押しと流れかな、特にその2つが特にきつくて、ちょっとなかなか難しい感じの日ではあったのかなと思います。この辺はちょっともう引いてきてダンパーチックになってきた時間ですね。これはいいね、いい位置。ただ、置いてかれちゃう。ちょっと惜しいね。このレフトとか結構いい位置いましたけどね。さあ、これはテイクオフしてすぐ YT や。そう、ブレイクが早いって踏んだんで、これは。そういう対応もしていくっていう感じです。はい、ここから8月7日ですね。日付もまた変わりまして、この日もコート前スタートでサーフィンしていく感じです。で、この日はね、もう完全オンショア。オンショアかなり強風スタートといった感じで、ただそれでもね、オンショアでも、前日まではちょっとブレーク早かったりとかあったんですけど、逆にオンショアになったことによって、合間で乗れる波がちょっとあったのかなって感じで、こんな感じでちょっとロングライターできる波はね、少しあったんですよね。これとかいいね。オンショアの中でちょっと合間縫っていける波が多かったかなといった印象です。こういう風にアクションかけれたりとかね。いいね。さあ、これレイバックで起き上がるやつですね。いいね。こっから映像あるんじゃないかな。そう、テイクオフして、ちょっと軽いんだけど、しっかり降りて、で、ここでターンして、ちょっとターンのタイミングが合わなかったからレイバックになっちゃったんですけど、いいね、このリカバリー力。ナイスライダーだと思います。さあ、テイクオフ。これサイドあるね。いいね。これでちょっと、ここでレール抜けちゃったらもったいないね。目線がちょっと合ってなかったですね。体の動きと。で、オンシャの中でいける波は多かったけど、こういう風に思ったより張ってこないっていうのもあったんでね。少し波探しながらって感じです。で、相変わらずレフト、ライト両方あるんでね。時間経つとレフトの方が良くなったかな、この日は。基本ライトメインで狙ってるんですけど、この
日はレフトの方がやや良かったかなといった印象です。かなり温床はだけど遊べる波はその分あったかなといった感じだと思います。いいね。ここから前に出て、これちょっと先続いてないからね、そう、もうちょい早めでターンしてなかったですね。これだとちょっと判断遅かったね。波探しつつ、一応流れがねすごいきつかったので、この日は流れに耐えながらやっていく感じですね。このレフトいいね。もうちょい綺麗にターンしたいとこ。さあ、そしてピーク返しつつレフトからライトに変えていく。そう、ライトね見ていただけると分かるんですけど、この辺続いてないからしっかりレフトにやった方が良かったかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。